皆さん、ペット、犬や猫を飼っていますか？飼ったことがありますか？犬と猫は本当に可愛いですよね。ペットとして飼っている方、犬や猫が大好きな方は、犬や猫について話したいことがたくさんあると思います。今回は犬と猫に関する日本語をたくさん紹介していきます。この動画を見て、ぜひ犬と猫について日本語で話してみてください。まずは基本的な言葉を紹介していきます。犬や猫を飼っている人を飼い主と言います。飼っている犬を飼い犬、飼っている猫を飼い猫と言います。反対に人に飼われていない犬を野良犬、飼われていない猫を野良猫と言います。では、ご飯について。ご飯、餌、ドッグフード、キャットフード、おやつ。飼い主が飼い犬に餌をあげます。毎日犬にご飯をあげるのが私の仕事です。ハチはこのドッグフードが大好きです。昨日道に可愛い野良猫がいたので餌をあげました。首、首輪、リード、犬小屋、ケージ、キャットタワー。次は散歩。飼い主が犬の散歩をしています。毎朝犬の散歩をしています。雨の日も犬を散歩に連れて行きます。頭。飼い主が犬の頭を撫でています。嬉しそうです。喉。猫を撫でると喉から音が聞こえます。これを喉を鳴らすと言います。頭を撫でるとハチはとても喜びます。体を撫でると麦はいつもゴロゴロ喉を鳴らします。頭を撫でたり、おもちゃで遊んであげたり、可愛いと思って大事に扱うことを可愛がると言います。尻尾。犬が尻尾を振っています。私が帰ってくるとハチは必ず尻尾を振ります。犬がおもちゃを噛んでいます。ハチはおもちゃを噛むのが好きです。麦は時々手を噛んできます。相手が痛みを感じるほど強く噛むときは噛みつくと言います。犬が穴を掘っています。犬が人の手を噛んだり、どこでも穴を掘ったりすると大変ですね。そんなことをしないようにマナーを身につけさせることをしつけると言います。うちのハチはしつけたのでトイレもちゃんとできるし、散歩中も他の人や犬に迷惑をかけることはありません。犬が吠えています。皆さんの国の言葉では犬は何と吠えますか？日本語ではワンワン吠えると言います。これは番犬です。ワンワン吠えて家を守っています。では、猫は何と鳴くでしょうか？
猫は一般的ににゃーにゃー鳴く、にゃんにゃん鳴くと言います。舌。犬が飼い主の顔を舐めています。毛。猫が自分の体を舐めています。これを毛づくろいする、グルーミングすると言います。ハチはよく顔をペロペロ舐めてきます。かわいいです。麦はご飯の後、必ず毛づくろいをします。鼻。犬が鼻で匂いを嗅いでいます。爪。猫が爪を研いでいます。肉球。犬と猫の肉球はとても可愛いですよね。柔らかくてつい触りたくなります。さあ、たくさんの犬と猫の動画をお見せしました。癒されましたか？癒すとは病気、苦しみなどを治すことです。何かをしたり見たりして心が穏やかになるとき、癒されると言います。犬と猫は見ているだけで癒されますよね。仕事で疲れた後はいつも犬の動画を見て癒されています。犬を見ると本当に癒されます。私は猫を3匹飼っています。私にとって猫は癒しの存在です。ここで漢字について。犬の漢字はこれです。この漢字は象形文字。物の形を絵で表した文字で、尻尾の長い犬を横から見た様子を表した字です。先ほど番犬を紹介しました。音読みは犬です。猫の漢字はこれです。この漢字の部首は獣編です。動物に関する漢字によく使われる部首です。音読みは鋲です。では次は犬と猫の性格について話します。皆さんの飼っている犬、猫はどんな性格ですか？日本語で説明できますか？まずは犬。犬は一般的に忠実な動物と言われます。飼い主の言うことをよく聞いて偉いです。待て、お手、お座り、伏せ、また警察犬、盲導犬など仕事をしている犬もいて賢いです。人の言うことがよくわかって行動できる犬をいい子、お利口さんとよく言います。ハチは待て、お手ができるし、家に人が来ても落ち着いているし、本当にお利口さんです。人に慣れている犬も多いです。よく慣れていて人によく寄ってくる犬を人懐っこいと言います。ハチは人懐っこくて知らない人にもすぐ近寄っていきます。一方、猫は一般的にマイペース、自由気ままな性格と言われます。自分のしたいことを自由にします。また、知らない人に対してや知らない場所ではおとなしくなり、注意深く慎重に振る舞うこともあります。人に慣れていて甘えてくる猫もいます。にゃーと鳴いてよく飼い主を呼んだり、いつも寄ってきて構ってほしいタイプを甘えん坊と言います。甘えさせて厳しくしないことを甘やかすと言います。麦はとても甘えん坊です。いつも膝の上に座って甘えてきます。それにニャーニャー泣いて私の後をどこでもついてきます。いつも私に構ってほしいみたいです。可愛いのでやりたいようにさせて私もつい甘やかしてしまいます。
犬も猫もいろんな性格がいると思うので、今のはほんの一例です。その他の性格に関する言葉はこちらです。では次に会話で使える言葉、表現を説明します。まずは犬と猫の他の言い方について。親しみを込めて犬と猫のことをこんな風にも言います。犬、愛犬、ワンコ、ワンちゃん。猫、愛病、にゃんこ、猫ちゃん。これは難しいですが、愛病と読みます。愛犬、愛病、どちらも愛する犬、猫、可愛がっている犬、猫のことです。愛犬はよく聞きますが、愛病は愛犬ほどは聞きません。夏休みに愛犬と一緒に旅行に行きました。うちのワンちゃんは家族の一員です。うちの猫ちゃんは本当に甘えん坊です。次は犬の種類を聞きたいとき、何犬ですか？犬種は何ですか？何の種類ですか？と聞けば大丈夫です。ゴールデンレトリバー、ブルドッグ、チワワ、柴犬、トイプードル。大きさによって大型犬、中型犬、小型犬に分けられます。また、大人になる前の犬を子犬と言います。猫も子猫と言います。猫の種類を聞くときは何の種類ですかと聞きます。アメリカンショートヘア、スコティッシュフォールド、マンチカン、ロシアンブルー。種類が混ざっていたらミックス、雑種と言います。うちのワンちゃんはチワワとトイプードルのミックスです。次は性別について。動物の場合、男はオス、女はメスと言います。聞くときはオスですか？メスですか？性別は何ですか？と聞けば大丈夫です。オス、メスを使わず、男の子ですか？女の子ですか？でも大丈夫です。犬と猫の話をするとき、よく犬派、猫派という言葉を使います。犬派ですか？猫派ですか？というのは、どちらの方が好きかを聞く表現です。最後に、犬と猫についての会話を聞きます。どのくらい聞き取れるか挑戦してみてください。難しかったら字幕をつけてください。ペットを飼っていますか？犬を1匹飼っています。犬種は何ですか？ゴールデンレトリバーです。大型犬ですね。私も犬は好きですが、大きいのはちょっと苦手なんですよ。そうですか。でも私の犬は吠えたり噛んだりしないようしつけてるので全然怖くないですよ。これが写真です。かっこいいですね。オスですか？メスですか？オスです。名前はレオと言います。私が仕事から帰ってくると必ず尻尾を振って迎えに来てくれます。へえ、かわいいですね。毎朝散歩に連れて行くんですが、公園に行くと知らない人にもすぐ寄っていきます。人懐っこい性格ですね。そうなんです。それだけならいいんですが、知らない人の顔まで舐めちゃうので少し困っています。犬が好きな人には嬉しいですけどね。犬派ですか？猫派ですか？猫派です。飼ってはいませんが、猫が大好きなのでよく猫カフェに行きます。撫でるとゴロゴロ喉を鳴らすのが可愛いですよね。猫ってマイペースじゃないですか。自由気ままでいいなーって思いますね。見てるだけで癒されます。
ジョバはワンコ派？ニャンコ派？どっちも好きだけど、どっちかというとワンコ派かな。猫なのに？俺はワンコともニャンコとも仲良しなサムライキャットだぜ。以上、犬と猫についての日本語でした。この動画を見て、ぜひかわいいワンちゃん、猫ちゃんについて話してみてください。今日はここまで。That's all for today. チャンネル登録してね。Thanks for subscribing to our channel. いいねも押してね。Don't forget to like this video. またね。Bye bye. Thank you for watching. ご視聴ありがとうございました。